おはようございます。俊也です。今日のスーパーセブン名車再生は、前回の動画でエンジンの塗装をやりました。錆びてたりとか純正の塗装が垂れてたりとかしてたけど、綺麗に塗ることができました。で、今回はこのエンジンのシリンダーヘッド、エンジンの上側ですね、ここの組み立てをやっていきたいと思います。作業内容としては、ポート研磨、そしてバルブのすり合わせで、ヘッドカバーも塗装して、エンジンの上側、いわゆる腰上ですね、腰上の組み立て、オーバーホールみたいな感じでやっていきたいと思います。それじゃあまずはシリンダーヘッドの下地処理から作業を進めていきます。下地処理でいいのかな、下準備をやっていきたいと思います。ちゃんとネジ穴さらっておかないとトルク管理ができなかったりとか、ガスケットのカス残ってるとオイル漏れの原因になったりするから、シリンダーヘッドをきれいに掃除していきたいと思います。うわー、なんか歪んでんのかな。フライス目が粗いのか。フライス目が粗いんだな。ほら、砥石が当たってるところと当たってないところとある。まだこの辺全然いいんですけどね、こっちのサーモンスタットがつくところ、ここすごいっす。ほら、目が残ってる。ここ砥石全然当たってないしね。ここはかなり引けてるみたい。ちょっとこれだとね、ここ水漏れてくる可能性があるんで、もうちょっとこうしっかり当てようとは思うんですけど、錆びで腐食してるっていうわけでもなさそうなんだよな。もうちょっとしっかりと砥石当ててみたいと思います。もう少し粗めの砥石でやっていきます。これ時間かかりすぎちゃうわ。目の細かいやつで頑張ったら。ここまで落ちてれば大丈夫でしょう。ちゃんと面当たってるし。ここのサーモスタットが入るところの当たりがちゃんと出るようになりました。まだちょっとここ錆び残ってるような感じになってますけどね。でもその外側がちゃんと当たってるから大丈夫だと思います。で、ヘッドカバーがつくところはこっちは特に問題なく綺麗に落とせました。合わせてインテークマニホールドがつくところもこんな感じで綺麗に砥石を当て終わりました。じゃん。インチサイズのタップダイス、持ってなかったけど買っちゃいました。これないと話にならないですからね。これね、地味にね、工具新しいの買い足してるからね、経費がかかってます。タップダイスもそうだし、スパナとかああいうのもそうだし、地味にコストがかかる。全面砥石かけるところは砥石かけて、全部のネジ穴タップでさらい終わりました。排気側のネジ穴とかも、あとヘッドの上側のネジ穴とかも、エンジンブロックと当たる部分も全部砥石をかけました。まだね、フライス目残ってたりはするんですけど、表面の汚れとかはなくなったし、錆もある程度落ちたんで、このぐらいでやめときます。あんまりしっかりかけてもね、そんなに意味ないから、さらーっと表面を落とすぐらいでやめときました。そしたら次はポート研磨っていうのをやっていきます。この燃焼室の中にあるこのバルブがつくところですね。こことか、こっち側の空気が出入りする場所。ここの段差を加工していきます。インテーク側はね、もともと純正でこうやって機械加工が入ってて、面取りみたいな感じでね、ちゃんとやられてるんですけど、燃焼室側は、このバルブがつくところの中、ここにね、段差あるの分かりますか？これですね。この段差。こっちもそう。上の方にある段差。排気ポートも面取りされずにこうやって、切りっぱなし状態な感じになってるので、こういうところを面取りして、なだらかな感じにしていきます。ガスケットをね、合わせると分かりやすいと思います。こんな感じでガスケットを合わせると、排気側のこのヘッドの方の段差とガスケットの穴のサイズと合ってないですよね。ポート研磨って言えばよく聞こえるからね。ポート研磨って言ってますけど、実際はただの面取り加工です。もともと僕マシニングセンターの組み立てとかやってたんで、そういうのがね、ものすごく気になるタイプなんですよ。どうしてもね、面取りしたくなっちゃう。全く関係ないとこなんだけど、こういうところやってやるとなんかちょっと達成感あるよねというか、見えないところにこそこだわるよねっていうタイプの人間なので、単純にそれだけのためにここ面取りやっていきます。
あとこの中もね、なんか急な段差になってるのってすごく気になりません？ちなみに本物のポート研磨っていうのはこの中ですね、中。この燃焼室からこの中の配管というか、このヘッドの中のこのザラザラな、イ肌のザラザラ、これを削ってツルツルにしたりとか、中のこの空気の流れをね、変えるぐらいの感じでこう中削り込むやつをポート研磨って本当は言うんですよ。この内側まで空気の流れが変わるぐらいまで削り込んであげれば、パワーがね、何馬力も上がったりとか、あまりやりすぎると燃焼が変わってきちゃってエンジンのバランス崩れちゃったりとかっていう悪影響もありえるから、やりすぎない程度に今回はこの入り口のところの面取り加工だけで終わらせます。よいしょ。それじゃあ削っていきます。このピンク色のマーキングしてある部分、これを削り落とします。綺麗に段差を削り落とすことができました。ほら、ここの段付けがなくなりました。排気の方もこんな感じになってます。これでこの角っこで指切ったりとか怪我したりとかそういう心配なくなるからね、安心ですね。いい感じに面取りができました。そしたら次はバルブのすり合わせやっていきます。これバルブ、先にちょっとオイルを垂らしといて、でここにバルブがこうやって入ります。これのバルブのここの当たりですね、ここの傘のところのシルバーになってる部分、これがこっちのヘッド側のところに当たるんで、ここの当たり具合をチェックしていきます。これがね、面がちゃんと当たってないと、ここの燃焼したガスが全部こっちの方に逃げていっちゃうんで、圧力が保てなくなっちゃうから、ここの当たりを整えていきます。こんな感じにします。でこれを綿棒とかの方がやりやすいんだけど、ちょっとめんどくさいからティッシュこじったやつにこうやって取って、これをねバルブの傘にここにこうやってちょっと塗っていきます。こんな感じで光明炭を塗ります。結構ね薄めに塗ってあります。金属が透けて見えるぐらいな感じに薄く塗ってあります。カメラだとちょっと濃く見えるかな。結構ねこれ薄いです。でこれを燃焼室のここにセットして、でこの状態でバルブをパコンって閉めます。これで色がヘッドの方に移ってくれると。割と全体的に均等には当たってますね。そこまで悪くはないです。カメラだとちょっと分かりにくいかな。一応これ光明炭当たってるんですけど、ちょっとなんかカメラだと薄く見えるんで、もうちょっと濃く塗ったやつこっちにもう一回バコンってやってみます。ちょっとさっきよりも厚めに塗ってみました。多分これだったらねカメラでも分かりやすいんじゃないかな。ただあんまり厚く塗った光明炭はちょっと当たりとして信用できないから、本当の作業のやり方としてはちょっと NG な感じにもなるんですけど、いきます。こんな感じですね。このぐらい濃いとカメラなら分かりやすいですね。結構濃いめに塗ったから。ついでだから排気側もちょっとやってみます。こっちはちょっと当たり悪いですね。ちょうどいい比較ができそう。こんな感じで光明炭がヘッドの方に色が移って当たってるか当たってないかが分かるようになります。このね光明炭ついてるところは当たってるとこで、こっちの排気側はこの辺ちょっと欠けてますよね、光明炭がね。ここがね当たってない場所ですね。だからこういうのがあると圧縮が逃げてパワーがちゃんと出なくなっちゃうから、すり合わせっていうのをやってここの辺りをきれいになるようにやっていきます。でこれねかなり光明炭強めに塗ったから結構強めに当たりが出てますけど、本当はこのぐらい薄くなるように作業やっていきます。最初に当たりをつけてたとこ、光明炭薄く塗ってやり直したらこのぐらい当たりがつかなくなっちゃいました。吸気側はねそこまで問題ないですけど、排気側はね全然当たってないですね。この辺とかかなり当たりが薄いです。でも軽くすり合わせすればそこまでじゃなさそうな感じですね。で他の気筒はというと、吸気側はわりかしいい当たりしてます。ただ排気側がちょっと面が荒れてるのか当たってないところがポツポツあるので、だから排気側を重点的にすり合わせやっていくような感じで作業をやっていきます。よいしょ。まずは、中目のコンパウンドからバルブを
タコ棒につけて、これタコ棒つけるときこうやってつけると簡単に外れちゃうから、このね横からこうスライドして入れていくように、空気が入らないように横からスライドするようにしてくっつけてあげると外れなくなります。ほら全然外れない。これでバルブのこの傘の部分にコンパウンドをこうちょっとつけて、ちょっとこうグリグリやって、もうこう叩いて、こうカンカンずーっとこれを繰り返していきます。叩いて、たまになじませて、叩いてみたいな、頑張ってやっていきます。すり合わせが終わりました。結構ね綺麗になりました。ほらこう擦った場所はねちょっと鈍いシルバーな感じの、ここがすり合わせして当たりがちゃんとついた場所ですね。バルブの方もこんな感じで擦った場所はねシルバーになります。あとはこれで光明炭つけてちゃんと当たりがついてれば OK です。ちょっと光明炭やっていきます。当たりも良さそうな感じです。割と全体的に均等に当たってる感じ。ちなみにコンパウンドと光明炭はまだまだこんなに残ってます。ジムニーのエンジンやるのに買ったんですけど、まだ全然余ってる。コンパウンドも。これあと何台エンジンやったらなくなるんですかね。これちゃんと使い切らないともったいないですよね。重いな。よいしょ。じゃあシリンダーヘッド洗っていきます。灯油ですね。灯油で洗います。一回洗うとこんな感じ。結構汚れがね出ますよね。これ一回避けて、もう一回次も洗います。もう一回このシリンダーヘッド洗って、切り子とかが一切出なければ OK。 まだ出るようだったらもう一回洗浄します。もう切り子が出なくなるまできっちりと洗い流していく。だいぶ綺麗になりました。鉄粉とかもなさそうだし大丈夫ですね。これで洗浄終わり。それじゃあ組んでいきます。まずはステムシール、これ交換するためにヘッドをばらしました。これ交換しなくてよかったんだったら多分ヘッドばらしてないかもしれない。多分ね。まずはゴムの入りが良くなるようにオイルつけて、で形違うわ。出たよ、またかよ。全然ステムシールも形が違います。全く別物。今回ね単品注文とかじゃなくて、このガスケットセットっていうこれで注文したんで、ヘッドガスケットとかインテークとかこういうのが全部揃ったやつで買いました。でこのエンジンに合うやつでフォードのエンジンで買ったはずなんですけど、注文間違えたのかな。でもこれしか設定なかったような気がしたんだけどな。いや待てよ、ヘッドカバーの塗装で時間を使えば部品ちょうどよく届かないかな、数日で。本来ヘッドを組み上げてからヘッドカバー塗装する予定だったけど、多分今注文すればヘッドカバー塗り終わった頃には届くと思う。とりあえずヘッドカバーの作業へどうぞ。それじゃあ次はヘッドカバーの塗装やっていきます。そんなにね見た目悪くないんですけど、こっち側見ると塗装が剥がれてます。結構ねここ手で触るとはっきりと分かるぐらいの段差がついてます。で材質はねこれアルミですね。アルミの鋳物。結構ねバリとかが残ってるんですよ。この端っこの部分とか手で触るとね、なんかちょっと手切れそうなぐらいのバリがついてたりとか、あとネジ穴のところがね加工が粗いというか、ほらこっち側もこんな感じでね、もうバリなんですよ。バリちょっとこんな感じでボロボロだからね、綺麗に塗装してエンジンヘッドを
仕上げていきたいと思います。まずは80番のペーパーで削っていきます。塗装の密着は悪くなさそうですね。結構しっかりくっついてる感じがします。だからバリ落としとか本当に形整えるだけでいいかな。塗装は全部剥がす必要なさそうです。少し作業は進んでマスキングまで終わってます。オイルの入り口とあと裏側ヘッドカバーの中に塗料入らないようにマスキングまで作業終わってます。で削っててなんかこのね黒い塗料の下に緑色っぽいのがよくわかんないけどなんか緑色のが入ってました。多分この黒い塗料を密着させるためのプライマーだと思います。多分ね。この緑色の塗料があろうとなかろうと黒い塗装がついてようとついていまいと別にこの後塗装するのには関係ないんでこのまま塗装していきます。一番僕の中で重要だったのはこのネジ穴とかについてたバリ。こういうの残ってると塗装してもね結局見えちゃうから僕の中ではこういうところの方が大事だったりします。で黒い塗装は足付けして塗料を密着するように作業やってあるんで、あとは脱脂して塗っていくだけです。そして塗っていくのはこちら結晶塗装赤です。ジムニーのヘッドカバー塗ったの余りですね。これで塗っていきます。やっぱりね車のヘッドカバーはね赤がいいっすよ。もう完全にね僕の好みなんですけど赤いヘッドカバーかっこいいっすよね。なんかスポーツカーとかのヘッドカバーも赤だったりしますからね。ということで今回も赤い結晶塗装でヘッドカバーは塗装していきます。1回目バラ拭きいきます。多分弾かないと思うけど特に問題なさそうなんで2回目いきます。3回目いきます。今3回塗りやったところです。パッと見綺麗なんですけどよーく見るとねまだ下地の黒が透けてるというかまだ色決まりきってないんですよ。なので次ラスト1回塗って綺麗に仕上げていきます。最後は縮れるための塗装の膜圧つけたりとか溶剤残してあげるようにたっぷり垂れる寸前で塗っていきます。塗装5分後まだ全然乾いてないです。でも垂れずに綺麗には塗れました。そしたらもう焼き入れても平気かな。5分くらい乾かしたからこの後焼き入れてきます。エンジン焼いた時と同じですね。段ボールで簡易の窯作ってこんな感じでヒートガンとストーブで120度になるように温めていきます。触らないように気をつけてよいしょ。よし縮れてきた。もうちょっとやべえやらかした失敗した。土台プラスチックにしちゃったから溶けちゃった。これはまずいぞ。段ボールにこすっちゃった。
土台選定ミスですね。うわー、せっかくここまで来たのに失敗した。プラスチック、そうだよね、全然気にしてなかったよ。やり直します。そうだよね、プラスチックなんか土台にしちゃダメだよね。何考えてんだろう。まだ半乾きの状態だから全然いける。半乾きだからスクレーパーでこうやってこそぐことできますね。うわー、せっかく綺麗にできてたのに。塗装はこれがあるからな。失敗すると全部やり直しだからな。それが楽しいんですけどね、一発勝負。でも自分のやつでよかった。他人の車でやった日にはもう耐えられないです。メンタルがズタボロになっちゃう。シンナーでジャブジャブ洗っていきます。もう仕方ない、これは仕方ない。うわ、手袋しよう、手袋。完全に乾ききる前ならシンナーで落とせる。うわー、すげえ、これめんどくさいパターンだ。マジなのか。結構これね、胃肌の中にね塗料が入り込んじゃって、これ落とすの絶対めんどくさいパターンのやつです。これきっちりと洗ってもう一回下地作り直しで一からやり直しになるんで、映像はスキップします。とりあえず下地全部作り直しました。いやー、大変だった。シンナーで洗ってたらね、元の黒い塗装も全部落ちちゃいましたね。だから今アルミの素地がむき出し状態になりました。で、塗ってる時に気になってた巣穴というかピンホールみたいなやつ、あれもどうせだったらっていうことでもう全部ね削り落として、この胃肌がない状態にまで下地作り直しました。どうせだったら元よりも綺麗にやってやろうぐらいな感じで。表側はこんな感じです。で、裏側はこう。シンナーでジャブジャブ洗って、こっちの方にも塗料がねついちゃったから、この辺も全部綺麗にシンナーで拭き落として、これで塗装をやっていきます。で、さっきのねプラスチックの教訓を生かして、今度はネットですね。鉄製のネット、これで塗装をやっていきます。これだったら溶ける心配ないからね。塗料足りるのかな。うわ、微妙。多分足りると思うけど、いけるでしょう。いけるでしょう。これでやるしかない。ということで、これ塗っていきます。塗装するのはさっきと同じ工程になっちゃうんで、ここもスキップします。塗装翌日、綺麗に塗ることができました。次はね、どっかぶつけたりとか、どっか触っちゃったりとか、大丈夫だったんで、綺麗に仕上げることができました。表面の仕上がりこんな感じでございます。いい感じにシワシワしてて綺麗だね。スーパーセブンの赤ヘッド。なんかほんとスポーツカーのヘッドカバーって感じがする。そしたら、これからここの文字のところだけを文字抜きしていきます。文字をくっきりと目立たせて仕上げたいと思います。削って下出すのね、ここの文字だけで、この周りのなんか模様みたいになってるところはそのままにする予定なんで、そっち側削ってしまわないようにテープで養生しちゃいます。ここのスーパーセブンスプリントっていうのだけを文字抜きしたい。そしたらのみで、これで文字の塗装をね削って、ちょっと表面下地を出します。そのまま砥石当ててもいいんですけど、ちょっとこの塗装をね砥石で削り落とすにはちょっと膜圧が厚すぎるから、先にのみで削っちゃいます。よいしょ。こうやって表面の塗装が落ちたところで砥石当ててきれいにならしていきます。よし。うわー、きれいになった。ほら、オッケー。うわー、すげえきれいになった。
パーツクリーナーでちょっときれいに掃除して、うわーすげえ、スポーツカーって感じ。よし、これでヘッドカバー完成です。めっちゃかっこよくなりました。いいね。やっぱり文字抜くと引き締まるね。そしてこの縮み模様がすごく綺麗。はあ、よかった。無事にちゃんと終わることができて。一時にはどうなることかと思ったけど、塗料もギリギリ足りました。あと一幕塗れるか塗れないかぐらい。ほんとギリギリ。まあ、使い切っちゃってもよかったんだけどね。あんまり乗せすぎて垂らしても嫌だから。一応基準通りというか、普段の塗り方通りでやって。まあ、ほんと若干残ってます。危なかった。塗料が足りなくならなくてよかった。そしたらヘッドカバーが綺麗に仕上がったので、次ヘッド作業に戻りたいと思います。ちゃんとね、新しいやつが届いたんですよ。ここのステムシールがちゃんと来たんで、ヘッド組み立てして、で、ヘッドカバーも乗せて、もうヘッドをね、ちゃんと仕上げていきたいと思います。よいしょ。よいしょ。はい、それじゃあヘッドを組んでいきたいと思います。このステムシール、部品注文するときにちゃんと注文表というか、詳細を見たらね、ちっちゃい文字でね、スーパースプリントとか BDR のエンジンはこっちのダブルスプリングのステムシールを使ってくださいってちゃんとちっちゃく書いてある。ちっちゃく注意事項書いてありました。単純に僕のチェックのし忘れですね。普通のやつはなんか最初のやつでいいみたいです。で、スーパースプリントとかはこっちに変わってるから、別途購入してくださいって書いてありました。ちなみにこのステムシール、8個で5500円だったかな。地味に高かったです。まずはちょっと油を塗って、そしてステムシールにも油を塗って、ギュッと。何かに引っかかってはまってるとかそういうわけでもなくて、単純にこれがね、スポッとはまるだけだから、工具とかで叩き込まなくても大丈夫ですね。本当にただはまってるだけ、刺さってるだけ。リブみたいなのとかも何もついてないです。グッと差し込むだけ。新しいやつ、古いやつ、全然ゴムの弾力が違います。古いやつもカッチカチです。こっちはもうフニフニしてるけど、こっちめっちゃ硬い。これはオイル漏れするわ。よし、OK。これでステムシールを全部付け終わりました。そしたら次はバルブを入れていきましょう。よいしょ、裏側から。そして組み立てるのに使っていくペースト、これ使ってきます。ジムニーの時にも使ったスプレータイプの組み立てペースト。エンジンオイルで組んでもいいんですけど、エンジンに火入れるのもうちょっと先になりそうなんで、まだね、エンジン組み上がってからボディの組み付けとかもいろいろやらなきゃいけないから、その間に油膜切れとか起こさないようにこっちのペーストタイプでやっていきます。シュッシュと。これだったら垂れる心配がないからね。で、ここにこうやって入れていきます。あ、ちょっと待って。ヘッドが歪んでないかチェックしてない。ふとしたタイミングで、変なタイミングで思い出したね。多分鉄のヘッドだからそんな歪んだりってことはないと思うけど、一応念のため測っておきます。ストレートエッジ乗っけて、シックネスゲージでここの隙間を測っていきます。どのぐらいかな。とりあえず 0.05 いってみましょうか。これがスカスカで入ったらもうアウトっていうレベル。あ、全然もう満タイですね。あらまあ素晴らしい。ぴったり。0.05 は入る隙間がない。0.02 でもいけそうな気がするな。あ、0.02 すら入らない。あ、ギリギリ真ん中が 0.02 入れれるかなって感じ。無理やり入れようとすれば入るぐらいだから多分 0.02 ないと思います。大丈夫ですね。ヘッドの歪みは大丈夫。よかった。ここまで作業進めといて、ヘッド歪んでてダメでした。加工に出しますって言ったら、なかなかめんどくさいことになりますからね。作業の段取りとかもいろいろあるし、すっかりヘッドのこの歪みを測るの忘れてた。はい、ということで、ヘッドの歪みは大丈夫そうだったんで、改めて、バルブの組み付けに戻りたいと思います。組み立てペーストを塗ったバルブを入れていきます。よいしょ。スッ
めっちゃ。そしたらバルブを入れて、でリテーナー入れて、スプリングコンプレッサーでバルブを縮めます。ここの隙間にコッターを入れてあげると、こんな感じ。これでスプリングを縮めるとコッターがちゃんと収まってくれると。あら素晴らしい。本当にこの道具便利。同じように全部やっていきます。そしたらちょっとスプリングをなじませるためにこれの頭を叩いていきます。そしたらよいしょ、ロッカーアーム、これを仮で乗せておきます。仮、あくまでも仮。本当はね、エンジンのブロックにヘッドくっつけて、ここにプッシュロッドっていう棒みたいなのが通って初めてこのロッカーアームを固定できるというか、つけることができるんで、今仮ですね。また後で外すんですけど、部品なくしちゃうからね、その辺に置いとくと。そしてホコリかぶるからね、この後手入れしなくて済むように、次はちゃんとエンジン組む時に外してトルク管理して締め付けができるように、こうやってとりあえずで乗せておきます。あと同じようにここにつく、サーモスタットのハウジングっていうのかな、これもね、とりあえず仮でつけておきます。このエンジンのヘッドの中にね、ゴミ入っちゃったりとかするから、そうならないようにとりあえず先につけちゃう。ただ部品がねまだ来てないんで、サーモスタットとかラジエーターキャップとかまだ届いてないから、それは部品が来たらまた一回外してね、ちゃんと交換してやっていきます。当たり面はオイルストーンかけて、で仮で、これも仮で乗せておく。でゴミ入ったら嫌だから養生して、いや完成イメージを取るから養生は最後にしよう。で最後にヘッドです。この綺麗になったヘッドカバーかぶせてかっこよくなる瞬間はやっぱり正面向きで、じゃーん、こっち向き、よっしゃー、できた、完成でございます。綺麗なシリンダーヘッドに生まれ変わりました。最初カーボンでゴッテゴテだったのにね、ドライアイス洗浄かけたから綺麗に落ちたし、このバルブのカーボンとかもすごく綺麗になりました。で塗装もやったからね、めちゃくちゃ綺麗。やっぱりスポーツカーのエンジンのヘッドは赤ですね。赤がいい。この間トヨちゃんのヘッドカバーもね同じように塗りましたけど、ジムニーのヘッドカバーも同じように赤に塗りましたけど、やっぱ赤かっこいい。今ヘッドカバー3つ塗ったのかな、3つ塗って全部赤にしたけど、そろそろなんかちょっと違う色にも挑戦してみたいな。この塗料ね、缶スプレータイプじゃなくて、こっちのスプレーガンで塗れるように自分で調色して、好みの色みたいなのを作れるやつがあるんですよ。同じメーカーのやつで。だから例えば赤と黄色混ぜてオレンジのヘッドカバーにしたりとか、緑のヘッドカバーにしたりとか、いろいろね調色できるみたいなんで、次それ挑戦してみたいな。缶スプレーだとちょっと割高になっちゃうから、やっぱり自分で混ぜて使えるやつの方が安く済みそうなんで、次ちょっとそっち挑戦してみたいかなって思ってます。やるのはいつになることやらって感じですけどね。もうすぐ完成が見えてきましたね。ヘッドが仕上がったから、あとはブロック組んで、でヘッドカバーを上に乗せてエンジン組み立てっていう感じですね。ミッションもね今同時作業で塗装したりとかやってる最中だったんで、基本的に僕全ての作業を同時進行でやっていくタイプなんで、割とね、映像がちぐはぐになったりするかもしれないんですけど、はい、エンジンやりながらのミッション塗装やりながらの今ヘッドカバー組み立てやってのっていう感じだったんで、
はい、ちょっとね、作業の進行は遅いんですけども、その分、綺麗に、きっちりと仕上げていきますんで、今後ともご視聴よろしくお願いいたします。ということで、次回はこのエンジンブロックに、今日作ったヘッドを乗せて、エンジンの組み立てを完成させてしまいたいと思います。次回も見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バイ。